ブルーオーシャンイニシアチブというのは、2023年の4月に立ち上がった新しい非営利の団体です。現在110を超える団体が登録していてですね、非常に特徴的なのは、大企業はもちろんなんですが、非常に魅力的な海の課題を解決するスタートアップが入っています。この1週間、この30ヶ月の成果をこの場で発表させていただきますので、ぜひ皆さん注目してご覧になっていただければと思います。公共性と事業性を両立させる、これがすごくブルーコモンズっていう今日のタイトルで言うとすごい大事だと思いますし、私がやっておりますゼブランドカンパニーという会社はゼブラ企業というですね概念を作ってそれを世の中に広めるっていうことをやってまして、このゼブラ企業にとっても公共性と事業性を両立させるっていうのは非常に重要なテーマになってますので、ユニコーンじゃない企業でもいい企業ってたくさんあって、かつ社会にインパクトも作っている、そういう企業を支えるエコシステムを作ろうと言って始めたのが、この今ゼブラムーブメントと言っている活動になりますと。BOI とのつながりはいろんな新規事業を作っていこうというときに、新規事業を作るためにはやはり自分だけがいいのではなくて、やはり関わる人全ての人が幸せでなければいけないと。でその人たちの未来が永遠に続いていかなきゃいけないと、そういうことを標榜してますので、例えば一つのこの事例なんですけれども、こちらサラヤさんとかブルーオーシャンイニシアチブさんとも連携をさせていただきまして、対馬市をフィールドで対馬ブルーカレッジ次世代海業創出プロジェクト研究という、こういうふうなプロジェクトを発足をさせていただき展開をしました。今ある社会課題を発展させていくには、やっぱりそれを事業化してお金も循環するところが必要になってくるので、ゼブラさんにも後でお話聞きたいなと思いますけれども、お金も人も循環する、こういうものをどうしていけばいいか、またこういうことを理解して仲間の一人になって自分が当事者だということで担い手となるような人材を育てていくにはどうしたらいいか、そこに常にチャレンジをしているところですけれども、いろんな方の知恵に触れて発展させるということに取り組んでいければなというふうに思います。大事だなと思っている私たちの取り組みの柱3つっていうのが、このマインドを育てるっていうところと、地域の事業主体を作っていくっていうところ、そして街を作っていくっていうところのこの3つから始めていこうとしています。なんで一番最初にマインドから始めたのかっていうと、みんな移動に困っていますかって聞いたら、いや困ってないですって全員言うんですよ。でもいろいろ話をしていったら、自分が子供だった時代って確かに学校の、部活の試合に送るところって学校がやってくれてて、自分の車は出してなかったなとか、なんか子供の学校に対してどんどん統廃合が進んでいって、自転車で行けなくなって車で送ってるなみたいなことであったりとか、ちょっとずつ自分の移動について考えていくと、あれみたいなことであったり、もし新しいこんなことができるんだったらそっちの方がいいかもっていう気持ちが生まれてくるっていうのってすごく大事なことで、変えていこうっていうことを一人一人が思っていくっていうこと、それがすごく大事なので、マインドっていうところから考えて、それ地域を動かしていく、人とコミュニティを作ろうっていうところを軸にしながら、それを担い手、じゃあ誰がやるのって言った時に誰もやらないっていうことがこれまで起きてしまってたので、一緒にやれる主体をみんなで作っていきましょうっていうところ、そしてそれをもう少し広く街の視点で見ていくっていうことを、この3つを組み合わせながら動かしていくっていうのがコミュニティドライブというプロジェクトになっています。このドーム C ですが、実は結構たくさん紙の素材が使われています。まず最初に上を見ていただきたいんですが、骨組みが歯間、紙の管というふうに書きますが、歯間でできております。身近なところではですね、皆さんのご家庭にある、食品用ラップフィルムの芯などにこの歯間というのは使われています。ただここに使われている歯間はですね、ラップフィルムの芯とはだいぶ違いまして、内径が 76.5 ミリと100ミリという2種類ありまして、厚みもですね 0.7 ミリの紙を27回巻きつけて、肉厚19ミリにした非常に太くて硬く強度のある歯間になっております。弊社は創業100年が2055年になります。環境長期ビジョンを今策定しておりですね、環境負荷ゼロに取り組んでおります。中でも現在重要な4つのテーマ、
あと3つの事業段階のすべてにおいて、その取り組みを推進し、まずはカーボンニュートラル、これは CO2 排出のゼロ、ネイチャーポジティブ、これは森林破壊や生物多様性損失のゼロ、でサーキュラーエコノミー、廃棄物のゼロ、それから化学物質ゼロ、これらの環境負荷のゼロを目指しています。微生物が作るですね、洗浄剤、洗剤のお話をさせていただければというふうに思います。名付けてソフォロという名前でございます。この微生物が作る洗浄剤、微生物と洗浄剤というのはどうも微生物の方はですね、洗浄剤で取り去られたり殺されたりしまうものなので、非常に遠く離れたようなイメージもあるんですが、実際にはですね、生命というのは非常にたくさんの不思議なことが起こっておりまして、微生物が実際に作るという洗浄剤があるということが分かってきています。プラスチック非常に便利ですし、軽いですし、強いというふうなところもございますので、だんだん増えていきますというふうなところと、消費量に関しては、なんと日本1人当たり第3位というふうなところがございます。ですので、日本人としてましては、海洋プラスチックにならないように、普通の廃プラが適正処理されるようにというふうな、そのような心づもりが必要かなというふうなところでございます。この漂着の現場に、海洋プラスチック専門の教育体験交流施設というものを、作るというふうに、計画をしております。このセンターでは漂着物を現場で回収してきまして、洗浄、分別、そしてアップサイクルするで一連の流れを体験できるほか、海洋プラスチックについて学ぶことができる展示ギャラリーなども設ける予定です。リアルな体験から学びを深めて一人一人の行動変容を促そう、そして世界的な課題である海洋プラスチック問題の解決を目指そうというふうにする施設です。来年夏開業を目指してただいま整備を進めております。私たちですね、大谷大学では学生たちと一緒にですね、丹後半島のゴミ問題を解決しようということで活動をしているところであります。2019年度からですね、実は始めているんですけれども、これはですね、丹後半島の網野町というところのですね、ある海岸の近くのところなんですけども、こんなゴミがね、発泡スチロールのゴミがたくさんある。で、学生たちと一緒に行ってですね、このゴミを抱えてはきれいにしようということで、一生懸命活動してきたわけです。ところがですね、このゴミどこに行くのかというと、ダンプに乗せられてですね、じゃあ片付けましょうと言ったら、その網野町の最終処分場という山の中にただ捨てるだけなんですね。あれ、海をきれいにしたのに山が汚れてるじゃないかということに気づいたわけです。カメラで撮った画像を AI で認識しまして、取りに回収するのにどこに行けばいいのかコントロールします。でこれが一応すくうものでして、これも基本的にゴミだけがすくいやすいような形のフォークの形状っていうのにしてあります。で実はゴミがいっぱいあるとスクリュー絡んじゃうので、スクリューが絡まないようにするためにいわゆるそのプロペラで動きます。それとあとできるだけ狭いところでうまくこう回転させたいので、スピンターンとかそういうのができるようにしてますから、これが反対に向けばこう簡単に回るんですよ。そういうような形になってます。今回作っているそのゴミを認識する AI の部分なんですけれども、 AI のこうシステムを作るのに一つ重要な要素としては、どれだけたくさんのゴミの学習データを用意するかっていうのがすごく大事になってきます。で私たち実際今回のプロジェクトだと水の上のゴミなんですけれども、私たちですね、実はこの手前で陸のゴミの調査っていうのをやっていて、実は200万キロすでに地球上の道路を車で走らせて、でそこに映っているゴミっていうのを写真で撮影して、それをデータとして貯めてます。そもそも海洋ゴミを回収する仕組みっていうのがもう向こう何十年とですね、全然進化してなくて、いまだにボランティアの方やマンパワーで拾っていったり、自治体さんが自分たちのお金を出して税金を出して拾うという仕組みになってしまっていることに、何かこう改善できる術がないだろうかというふうに考えて、我々だったり山田さんのソリューションというところが今回の発表の原点としてあります。大きなゴミよりも小さなゴミの方が生き物が誤って食べてしまう、そういった可能性が高い。なのでその師匠はですね、毎朝ピンセットでですね、砂浜でマイクロプラスチックを拾っている、そんな方も世の中にはいらっしゃると。で
でそんな方たちの助けになるような、器具をどうにか作れないかなということで、活動しております。取れましたよね、今ね。取れてる。あ、いた。取れた。すごい。やったー。今回は弊社が海のプラスチックごみをリサイクルした原料をサレヤさんにご提供し、サレヤさんがそれを使って消毒液用のディスペンサーを製作した、そんな取り組みになっております。でこちらの、ディスペンサーなんですけども、海洋プラスチックを配合しているという以上に、さらにですね、こちら見ていただいたら上下2つの高さの、手指消毒剤が出てくる場所があるんですけども、上のところは一般の大人の方に使っていただく、で下の高さでは、お子さんや車椅子の方にも使っていただけるというところ、また消毒剤が出てくるところなんですけども、ブース上に広く大きく取ってますので、消毒剤が外にこぼれて清掃が大変だということにならないようなさまざまな工夫を、取り入れております。ずっと生まれてこの方と言ってもいいですが、業界としてもずっとプラスチック業界にいる人間で、自分たちとしては世の中の役に立つものを作っているつもりで、50過ぎまで生きてきた。でも今日シアター見られた方でもクジラの目からペットボトルの頭が出てくるのを見て、やっぱりすごく気持ち悪い得体の知れないものにプラスチックがなっている。で役に立つものを作っているつもりがこんなものを作ってたのか自分たちはっていうのが何よりも自分としては大きな衝撃でした。で今ですね、日本の30以上のボランティア団体さんからゴミを、買ってこれを再生するという事業をやってるんですが、ゴミが、回る市場を作るっていうことをして、それで我々が次の世代にこれがバトンタッチできる頃にはこの V というブランドがなくなって、いや使わなくていいな、時代の頭になったなって思ってもらえればいいなと思って今事業を進めている会社でした。持続可能な社会の実現に向けての課題、これを、私のミッションとしては、商品パッケージ起点で解決していきたいというふうに、仕事をしているのが私のミッションになります。プラスチックをそもそも使わないということで、紙に変えられるものは紙に変えていったらいいんじゃないのという商品を我々の方で用意をさせていただいてます。対馬アスクルプロジェクトについてですけれども、きっかけはですね、2021年レジ袋が有料化になった年なんですけれども、このレジ袋が海を守るレジ袋という名前なんですけれども、この商品開発を行う際に何か商品の販売を通して貢献できることがないだろうかっていうような商品開発担当の思いから商品の売り上げを通した寄付というようなところで長崎県の対馬市と出会いました。でそこからですね SDGs 連携協定を結ばせていただきまして、さまざまなお取り組みにつながっております。今我々がの生活しているライフスタイルだとだいたい地球 1.7 個分の、地球が必要になるぐらいの、生活をしてるんですね。でこのじゃあ増えてる1よりも上の 0.7 個分どうしてるかというと、未来の地球環境で得られる恵みを先取りしてるんです。我々子供孫世代が使うべきだったものを実は先取りしてしまっているんですね。ですので未来のためにはこういった負荷を下げていかなければならない。で残念ながら我々の環境負荷によって生物多様性というものはわずか50年で 73%、7割以上も減ってしまったんですね。ですので我々のこういった消費のスタイルというものもよりスマートに変えていかなければならない。IUU 漁業の撲滅の一番の方法は買う人がいないことです。市場がなくなれば、そんな乱獲をやろうという人たちもいなくなるというところです。でお店ですとか飲食業も、IUU 漁業由来の製品を取り扱わないようにということでさまざまな規制だったりルールというところはできてきていますが、たくさんお店もありますしというところで当然漏れるところはあります。で
安ければいいみたいなところの観点で、消費者が多いと対応も徹底できないというところです。なので皆さんお店に行きます、それから外食行きます、その際にですね、どのような由来で取られたお魚なのかというところを少し気にしていただけたらなというふうに思っております。資源の枯渇ですよね、その通りイカが取れない、サンマが取れない、鮭が取れないみたいな感じで資源がどんどん減っている、その理由もいろいろあるんですけども、その通り乱獲、取りすぎだったり、あとは海洋環境自体が今ものすごい破壊され尽くしている。海の中に海藻がいっぱい生えていて、そこに小魚がね卵を産みつけたりするんですけど、その海藻が今磯焼けという状況になっていて、全く海藻が生えないような状況になっている、そういった形で乱獲だったり気候変動だったり磯焼けだったり、いろんなものが重なって魚種が変わったり取れなくなっていると、そういう問題を抱えてます。お店、ご飯を食べるお店を選ぶときにですね、この魚、魚介類がどこから来たのか、どういう由来のものなのかっていうところを興味を持っていただきたいと思っています。でその一つの指標になるのがここに書いています認証ラベルというものです。MSC 認証、ASC 認証、その他いくつか認証があるんですけども、そういったものをですね意識して、お魚をスーパーで手に取ってもらうっていうところ、そういったところから始めていただけると嬉しいなと思います。今もありましたけど、この MSC 認証、ASC 認証の魚を手に取っていただくってことはすごく回り回るんですけども、このまま日本で美味しい魚を食べ続けることができるっていう世界につながると思うんですね。今のままだと安い魚しか食べない日本のまま居続けるとですね、どんどんこれから高くていい魚っていうのは海外に行っちゃいます。もう日本には売らなくていいやってなっちゃいます。じゃなくてやっぱり私がすごく思い描いているところっていうのは、やっぱり日本で食べる寿司とか魚が一番世界で美味しい、場所であってほしいなっていうのは思ってるんで、あなたの小さな選択がって書いてますけど、ぜひ今日からでもこういったところに目を配っていただいて消費行動につなげていただければなと思う次第です。本日ありがとうございました。今ですと例えばたくさん取れすぎちゃった時はロスしちゃったり無駄にしちゃったりっていうところもあったりすると思うんですけども、それを適切に保存して、冷凍して保存しておくことで、例えばその取れた場所で消費いただくこともできますし、遠方地に届けて消費いただくこともできるというところで、取れた量と出す量のコントロールがしやすくなるというところで、この辺がちょっと注目されているというところになってきております。魚を揚げてもそれを冷蔵させて持って帰るっていうのは設備がないので、なんか老人と海みたいな世界観でずっと漁をやっているという状態があって、ただクオリティは高いんですよね。なんですけど港に揚げても冷蔵がなくて、そのまま丸のままボーンって揚げて競りをするみたいな状態なので、そこはちょっと仕方ないですけど、そこから先をきちんと作らないと、その衛生もそうですしクオリティそのものがちょっとうまくいかないなというところで、フィッシャーマンさんと協力してもらって、そこのその路地のところをきちんと冷蔵のままいけるようにして、冷蔵で、うちの店まで届いたものをそのラピッドフリーザーサラヤさんのものできちんと冷やすっていうところで手当てはしています。丸々のお魚をカチコチにするのって、そんな今ちょうど25分30分ぐらいなんですが、そんなとてもなくとても無理かなと思います。こういった形で、美味しいタイミングでああいった技術で時を止めてあげるというところを、それもちろん日本じゃなくてもアフリカでも他のところでもできるものかなと思いますので、そういったところで本日のテーマでもあります水産資源というところに貢献していけるんじゃないかという形でこのトークセッション終わらせていただければなと思います。海の変化とともにこの海藻の藻場と言われる状態変化してきております。ちょっと実際の数値を見ていただきたいんですが、海の変化として、大体ですね、ここ40年間で日本の漁獲量7割落ちてます。70% 減少というのは本当に劇的に減ってきていまして、ここまでの変化があるというところはなかなか皆さん知らないのかなと思いますし、あとウニですね、北海道2023年に大量死200キロにわたって死滅したというような出来事も起こっております。
ただですね、北海道、先ほど見ていただいた映像の昆布なんですけども、これ函館というところですね。過去にはやっぱこういう形で天然の昆布がたくさん生えていたんですが、今はこのような形ですね。白く見えるところですね。黒い、これが全部ウニです。のような状態になってしまっています。海藻の種苗生産にはですね、一般的にプラスチック製の糸が使用されているということで、大量に種苗生産をすると、それに伴ってプラスチックごみが大量に出てきてしまう可能性があるということが分かってきました。そこで、海藻の種苗生産に使われる糸をこのセロファン糸に置き換えてあげることで、海洋プラスチックごみにならず、また使用後の回収の手間を省くことができるのではないかと考えまして、こちらをターゲットに設定いたしました。海藻がどんどん成長していくと、海藻のこの足場の付着器ですねが種糸からこのプレートの方に移行していきますので、やがてこの種糸は不要となります。ですので、役目を終えた後も、海洋プラスチックごみになりませんし、また、回収の手間を省くことができます。この土台の部分、こちらコンクリートでできております。その上に、魚から、中の海藻が食べられないように守ってあげる、このネットですね、これをつけております。そしてネットの中にはコンクリート製のブロックがあって、その上に海藻付きのプレートを乗せるというような構造になっております。こちらの中のブロックには逆テーパーがついておりまして、ウニが這い上がらないような工夫がされているとともに、このブロック同士でできます適度な隙間はアワビが住み着くのに非常にいい空間となっておりまして、アワビの育成床などとしても活用されております。いわゆる私たちが普段よく飲むコーヒー豆、これの麻袋というものを活用しています。日本ではコーヒー豆はほとんど作られませんので、海外から輸入されて入ってくるんですけども、その際の袋となる麻袋ですね、こちらもう捨てられてしまっていますので、それを私たちオールサムと、あとトヨタ通商マテックスさんとか、あとはシナトモ株式会社さんと一緒に、それを買い取ってですね、それを何か雑貨に使ったり、身の回りのものに使えないかということで、取り組みを模索しております。私たちが買い取ってきた麻袋を土の袋のような形に縫製しまして、その中に私たちの暮らし、いわゆるうんちなどをですね、発酵させて堆肥として作っているものを入れてですね、それを人工森からの栄養袋として海の近くに設置をするというアイデアになります。この色が違うリーフボールがあると思うんですけど、これ山の栄養が入れる前です。でこっち山の栄養が入った状態、肥料の入った畑のような状態ですね。なのでそういった肥料入りの茶色いコンクリートを開発したということで、これから沿岸すべてを全部茶色にして栄養入りにしていこうと、そういったことを計画しております。まず我々日本国内って10億トンぐらい年間 CO2 を出しているんですが、その6割が港湾です。でこの港湾の今脱炭素化というものが非常に要求されておりまして、これに関してカーボンニュートラルポートであったりとか、そういった取り組みを進めているところです。でもう1点が過去にありました東日本大震災であったりとか、南海トラフといったところで防波堤であったりとか、我々が住むインフラを強靭化していかなきゃいけないとところで、また一つこういった対策をしていかないというところがございます。でさらに言います、ちょっと沖合に出てみますと、洋上風力というものが非常に着目されておりまして、これは再生可能エネルギーに代替していくというところで、これから、産業として勃興していくところだというふうに考えております。そこにですね、先ほどの3つの柱を当てはめますと、低炭素型な材料、こちらですね、その3つの場所に、でどういった時に入るのかっていうモニタリング、これも海藻の3つの場所に、そしてそういったことをしていきながらも食食動物の管理をどうしていくのかというところが必ず課題になりますので、ここをどうするのかという3本柱をそれぞれのフィールドに適用してあげるということが重要だと考えております。このようなですね、すごく小さいんですけれども、超音波発信機、ピンガーと呼ばれるものがございますので、後でありますので、もしよければ、触ってください。このような小さな超音波発信機をこのように魚のお腹の中に入れたり、この辺につけたりして専用受信機ですね、こういうような受信機をデータを取っていくことで、水の中の動きをこのように後から解析すると、
より詳細に把握することができます。で弊社のこの技術をですね、今までは生物にやっていたんですけれども、今回御用建設さんがわかめの成長に使えないかということで一緒に取り組みをさせていただいております。で去年ですね、この大阪のフィールドでもですね、大阪湾ブルーカーボン生態系アライアンスと、メンバーズ・オブ・大阪ベイ、ブルーカーボンエコシステムアライアンス、略称モバというですね団体が立ち上がったりしまして、もうかなり行政も本腰を入れてですね政策的に取り入れたりもしている中で、ぜひ、今日モバというキーワードを知っていただいた皆様にもですね自分の例えば所属している会社の取り組みであったり、自分個人として何か参加できる場所はないかであったり考えるきっかけにしていただきたいなということで、まさに今このモバに関して皆さんに何かアクションを取っていただけると、いいタイミングなのかなと思っております。今日のテーマはですね5番目のところです。海からの観光、新事業創造と地域創生という、ちょっと難しいこと書いてますけども、海っていうとこれまでですね、漁業とか水産業の人たちっていうのはね海の主役だったと思うんですけども、これからの海の活用っていうのはですね、いろんな産業の人たちとか、あるいは今までお魚とは関係ないところですね、新しい海の活用の方法を考えてみようということで、これまでにないような新たなですね海の産業、海業なんて最近は言ったりするんですけども、それを開発していこうということでね頑張っているリーダーの人たちの今日はセッションになっています。プラスチックって本当にこんな感じでAB で見ていただいたところもあると思うんですけど、このようにたくさんのプラスチックごみが漂着しておりまして、私たちはこういったもうリサイクルにも回せないようなどうにもならないと言われているようなプラスチックたちをもう一回社会に戻してあげて、誰かに愛してもらえるような商品を作りたいというので、捨てられたプラスチックから捨てられないプロダクトをという理念で活動しておって、こういった製品を作っています。トラシーセラーはですね世界自然遺産と言われる奄美大島の最南端にある海にワインをお預かりして、自然環境に寄り添って希少な世界でもまだ希少な海底熟成セラーとなっています。で海底に築いた天然のセラーにて保管してまして、海洋ワインとかあと環境ビジネスのプロフェッショナルの方にも協業していただきまして、海のポテンシャルとして海のテロワールドと私たち題しているんですけれども、最大限にそれを生かした海底熟成を施して、熟成後のクオリティも向上したいと考えております。フィッシャーマンジャパングループと、ドッツこの2社で、2025年の5月今年ですね、海業マッチングサービスというものを立ち上げました。海業マッチングサービスというのはですね、どういうものかとざっくり申し上げますと、海側のですね、いろいろな土地ですとか建物ですとかいろんな資産をお持ちの方々と海を活用したビジネスをしたいと、何かやりたいんだというような方々というのを引き合わせて、新しいビジネスを、そこから生まれて、沿岸部側にお金が流れていくと、そういうような仕組みを目指しているサービスプラットフォームでございます。お魚って漁師さんが取ってきたら大体取っておろして終わりだったんですよ。で、たまにそこのおろした先の地域の、旅館だったり食堂で魚食べられたらいいな、でもあまり観光でそれを食べれるところばかりじゃなかったよねみたいなところから、だんだん今海業としてまちづくりと一つとして、そういったような食べれるところもちゃんと増やしていこうだったりとか、そもそも漁業も盛り上げていくにはどうしたらいいかみたいなところを今海業という形でやってるっていう形ですね。はい。でそうした、エリア全体の大きな取り組みのところでしたり、もちろん宿泊だったりとか観光だったりアクティビティだったりとかいろいろ関わっていくっていうのがこの海業という形になります。静岡県としては、海業、昔からいろいろやってるよと、でこれをブラッシュアップしていきたいというような形ですね。で主体はやっぱ僕らは水産の関係者を一応主体として、地域の活性化っていうことを目標にしてやっています。で、これ難しいんですけども、できないよっていうふうになってしまうとそこで終わっちゃうので、どうしたらできるかをみんなで考えていこうと。で、楽しく前向きにワイワイと取り組んでいきたいなっていうふうに考えています。我々が普段ですね、物を食べてる、肉食べてる、魚食べてる、野菜食べてるっていうのも本当に複雑な生態系、自然環境から得られてるサービスなんですよね。それがなくなってしまうと我々だって冷静に考えたら、我々は今着てるものとか麺とかそういうのも全部自然から来てるんですよ。水も食べ物も
この建物に使っている木だとかあらゆるものが自然から来ている。だからこれがなくなってしまうともはや経済活動どころか我々も生きていけなくなるっていうところで、気候変動を止めると同時にもう一度そのネイチャーポジティブっていうのはその自然をポジティブな状態、増やすように持っていこうということが今国際社会の中で非常に重要なものだというふうに言われているっていうところですね。生物多様性っていう中で私たちが恵みを得てるっていうのはさっき津田さんがおっしゃってくださった通りなんです。でただじゃあ役に立つ生き物だけがいたらいいのかっていうとそれはちょっと別な話で、役に立つ生き物は役に立たない多くの生き物の上にしか生きられなかったりするわけです。なのでその地域の、生き物のまとまりとか、生態系って言ったりしますけど、そういうのをしっかり守っていかないと私たちが依存している役に立つような生き物、例えば木材生産だったら杉とか、あるいは、お米とかね、服を作る綿花なんかもそうですけど、そういったものがこれからずっと長いこと、作っていけなくなってしまう、どっかで限界来ちゃうんじゃないかっていうことがやっぱり言われてるわけですね。なので、丸ごとその地域の自然みたいなところに着目してそれを守ると取り組みをしなきゃいけないという話になっているわけです。今日はですね、このご覧の通り海来るプログラム構想ということで、今対馬市がアスクルさんと一緒になってですね、考えている構想がありますので、そのお話をさせていただきたいなと思いますのでよろしくお願いします。海来るプログラムとはということで、先ほどアスクルさんの発表の中にもありましたが、社員さんをですね、対馬に連れてきていただいて、でその、企業として海岸清掃をするというような仕組みを今、アスクルさんがされているんですけども、それをいろんな企業で展開したいなという内容になっています。アスクルは流通業小売なので、やっぱり単独では何もできないというのが私だけでなくてスタディツアーにした社員みんながやっぱり現地を見て何かしなきゃいけないってやっぱりどうしても衝動に駆られるすごくショックなんですね。その思いを実現するためには皆様のお力が必要ということで、本当にいろんなメンバーがいろんなことを考えて飯島様や高坂様をお誘いして、やはり現場を見てっていうことが一番大きかったかなと思ったことと、やっぱり一緒に行っていただいたり見ていただくとやっぱり共感の輪が広がって次のアクションにつながっていくっていうことをすごく実感しています。仲間が増えていくっていうことがやっぱりすごく大事なことかなというふうに思いますので、ぜひそのあたりはアスクルさんがハブになり、どんどん仲間を増やしていくというような活動ができればいいかなというふうに思います。やっぱ物語って登場人物がいるんですよ。で今登場人物非常に少ないです。ですのでぜひ皆さん、ここに聞かれている皆さん YouTube で配信されていると思いますけども、見ていただいて共感していただいた方々、ぜひ物語の登場人物になっていただいて、物語を完結するように導いていただきたい、一緒にやっていっていただきたいというふうに思いました。まさに海の問題も自分ではどうにもできないような問題だと思うんですけれども、そんな願いがたくさん集まれば少しずつ状況は変わっていくんじゃないか、そんな思いで絵馬を作りました。そして、願いもですね、私たち人間たちだけの願いではなく、動物たち、海の生き物たちこそ強い願いを持っているんじゃないかな、そう思って彼らの動物たちのですね願いを絵に込めました。この絵を見ていただいて、なんか気になるなとか、なんか可愛いな、そう思って手に取ってもらって、少しずつ海のことを知ってもらえたらなと思っています。今回リマーレが取り組んでいることはですね、複合プラスチックのリサイクルというものをやってます。ややこしいですね文字がいっぱいですね。簡単に言うと、混ざってしまっているものであってもマテリアル、地球からなくならずにリサイクルするということに頑張って取り組んでいる会社でございます。今ですね、海洋廃棄物問題の取り組みから始まり、海エマの政策までができています。でこれからなんですけれども、まず一つ決まっているのが、この海エマの売り上げをですね、住吉大社海洋保全基金という形で売り上げの一部を積み立てることで、これから海を守っていくための活動に寄付できるような仕組みを整えています。
それからこういった活動がですね、他自治体、他の地域でも展開していくことができるように、そうすることで、今の抱えているだけではなくて、もっと広い地域の海の問題を解決できるようにというところを構想していたり。海の環境の問題ってやっぱりちょっと深刻になってきているということですね。でもう一つは、日本人の海離れが始まっているっていう話があるんですよ。でそれで海についての、なんか学びをもっと深めていこうという話があってですね、その背景で作った本ですね。でやっぱ大人もそうなんですけど、子どもたちにとって、海のなんていうか難しい勉強するんじゃなくて、なんか海って楽しいな、不思議だなとか、なんかそういうふうに思ってもらいたいなと思って作った本ですね。私たちがビジュアル別府青い星の青い海でプラスチックについて調べたところ、プラスチックは自然分解されるのに数十年から数百年かかると書かれていました。ではエコなものだと分解されるのにどのくらいかかるのかと思ったので、ある実験をしようと思いました。その実験とは、土、雨水、海水、砂、水道水を使ってエコストローがどのくらいの期間で分解されるかです。海のゴミを減らすためのポイントを3つお話しします。1つ目は水筒を持ち歩くことです。暑い時期、ペットボトル飲料など気軽に買えるものを水筒を持ち歩くことによって、そもそもゴミを出さない意識が大事です。2つ目は 3R、リデュース、リユース、リサイクルを意識することです。日頃から 3R を心がける。ゴミが出たらしっかりと分別しようと思います。3つ目は定期的にゴミ拾いをすることです。海岸にあるゴミを定期的にゴミ拾いを行いましょう。環境問題の解決、対策の進歩を妨害している原因の一つは、個人個人の認識の甘さもあるのではないかという考えに私たちはたどり着きました。そういった認識の甘さや楽観視は、環境問題の恐ろしさを正しく理解していないことが一番の原因だと思います。正しく環境問題に対する情報や危機感を共有したり、広めていったりすることが完全な解決に必要不可欠な要素です。本校海洋工学科では、海洋プラスチックごみ問題に焦点を当てて環境学習を進めていきました。そして、令和3年度からは、生分解性プラスチックについて研究を行っています。今回は、これまでの研究成果を生かして、ものづくりを行いたいと考え、生分解性ルアーの作成に挑戦することにしました。海洋酸性化っていうのは、酸度がすごい高くなってしまって貝が形成できなくなるだったり、漁業量にすごい問題が生じてしまうとか、すごい重大な問題なんですけども、 CO2 が主に原因で起こるので、 CO2 が原因って聞くとやはり皆さん地球温暖化の方をちょっと連想してしまう方が多いかなと思って、すごい知名度がすごい低いんですね。あと僕たちがこの海洋酸性化を調べていくときに、特に日本でのデータがすごい少ないなと思ったので、今回はその注目されてない海洋酸性化について、僕たちがデータを取って、日本でのデータを新しく作って知名度をまず上げられたらなっていう探求を進めています。唐津市のごく一部である羽田岬で1ヶ月で75キロもの量のゴミが発生していることを知り、海のゴミ問題は日本だけの問題ではなく、身近にありながらも世界に共通する問題であるということを実感しました。だからこそ他人事ではないということを少しでもたくさんの方々に感じてもらえるように、これから私たちも学んできたことを発信していきたいです。本校サステナ部は昨年度発足したサークルです。楽しみながら SDGs をモットーに、アップサイクルをはじめとした SDGs に関わる活動に取り組んでいます。他の部活動と兼務している生徒も多く、時間の都合をつけながらそれぞれが興味のある分野に取り組んでいます。また、つながる、伝える、広げるを目標としており、大学や地域、企業と連携した活動に積極的に取り組んでいます。楽しい活動、ぜひやってみたい、体験してみたい、海に行ってみたい、そんな活動を我々提供していきたいなと思っているので、ぜひね、皆さんとまた楽しくやりたいなと思ってます。